私ロッシーナ。老軍でもらった名前はウルフパール。老軍の宝って意味なんだから、しっかり覚えておいてよね。あ、管理人は好きなように呼んでいただけたらそれで。今回の動画では新たに実装されたオペレーターロッシの紹介と解説を行っていきます。ロッシは物理型の前衛オペレーターですが、実際は物理と灼熱のハイブリッド、さらに連携となる対象は灼熱だけに限られないため、物理オペレーターと術オペレーター全般の架け橋になれる性能を有しています。素質1は戦技使用時に狼の手法でダメージを与えたとき、対象に25秒間継続する染まる爪痕を付与。染まる爪痕が付与されている敵は1秒ごとにロッシの攻撃力の 30% の物理ダメージを受ける物理ダメージと灼熱ダメージが 12% 上昇するという効果。ロッシは戦技使用時、対象にすでにクラッシュが付与されているのであれば、戦技は2段攻撃となり、2段階目は狼の手法と呼ばれる攻撃を放ちます。狼の手法を受けた敵には素質1の効果で染まる傷跡を付与。染まる傷跡が付与されている間は、敵はロッシの攻撃力の 30% の物理ダメージを毎秒受け、さらに受ける物理ダメージと灼熱ダメージが 12% 上昇します。染まる爪痕は重ね掛けすることはできませんが、上書きすることは可能。継続時間は25秒と長めとなっているので、ロッシを使用する場合は基本的には染まる爪痕が解除されないように動いていくことになります。なお、この効果によって発生する毎秒のダメージは完全固定ではなく会心が発生するので、攻撃の積み重ねによって会心率を上げていくロッシにとってはかなり重要な効果、単純に試行回数の増加につながります。また、物理及び灼熱ダメージの増加は敵に対してデバフとして付与されるので、ロッシだけでなく他の物理と灼熱ダメージを与えるオペレーターによるダメージも対象となります。なので、素質1は根本的に物理と灼熱編成のダメージ量を強化する素質と言ってもいいでしょう。素質2は染まる爪痕が付与されている敵にスキルで会心ダメージを与えたとき、攻撃力の 24% の灼熱ダメージを追加で1回与え、自身の HP を知性の値に応じて回復。さらに対象が燃焼状態なのであれば、与えるダメージと HP 回復量が 1.5 倍に増加するという効果。素質1の効果によって付与された染まる爪痕をトリガーにして発動する素質で、ロッシが戦技、連携技、必殺技のどれかで敵に会心ダメージを与えたとき、追加で灼熱ダメージを与えて自身の HP を回復。この際に発生する追加の灼熱ダメージと回復効果は、スキル1回ごとの判定ではなく、会心ダメージが発生するたびに発動します。つまり、戦技で2段階攻撃ならば、最大で3プラス4の7回、連携技であれば5プラス1の6回、必殺技ならば27回それぞれで追加のダメージが発生する可能性があります。また、この効果によって発生したダメージにも会心は発生するので、さらなるダメージの上乗せも可能。ただ、さすがに素質2のダメージに会心が発生して、さらに素質2が発生するということはありません。燃焼状態の敵に対するダメージと HP 回復 1.5 倍の効果はあるに越したことはありませんが、回復はともかくとして、どうやら大陸版の説明を見る限りでも、素質2によって発生する追加ダメージのみに 1.5 倍が乗るようなので、あまり気にする必要はなさそうです。ロッシの通常攻撃は最大5段の物理ダメージを与えるという効果。テキスト上では特に目立った数値というものはなく、至って普通の前衛オペレーターの攻撃方法となっています。ただ、実際の挙動としては通常攻撃10回、重攻撃1回の攻撃11回という連打系。あまりにも手数が多いため、通常攻撃を放っているだけで各種会心系の効果は最大値に到達するレベルです。重攻撃が発生するまでの時間はおよそ 2.8 秒とチェンとほぼ同等の数値。会心率が肝となる性能なので、手動操作が推奨されるオペレーターと言えるでしょう。戦技は目標に物理ダメージと浮遊効果を与え、目標がすでにクラッシュ状態なのであれば、追加で狼の手法を放って灼熱ダメージを与えるという効果。敵にクラッシュが付与されていないのであれば、3回の物理ダメージが発生するのみで、クラッシュが付与されている敵を攻撃したのであれば、3回の物理ダメージを与えた後に、狼の手法を放って4回の灼熱ダメージを与え、素質効果によって染まる爪痕を付与します。そのため、この戦技がロッシにとってのスキルの起点となります。ただ、挙動としては同じスキル内で2回の攻撃が発生するというよりも、別々のスキルを一つにしたような挙動なので、発動時間は 2.3 秒程度と長めの部類。そして、1段階目の発動の後に回避を使用してしまうと、2段階目は発生しなくなるので、戦技はメイン火力として運用するのではなく、あくまでも染まる爪痕を付与することを目的に使用した方がいいでしょう。
なお、2段階目の発動後、狼の手法を打った後は、回避でモーションをキャンセルすることで硬直時間を減らせるので、素早く次の行動に移したい時や、敵の攻撃が迫っている時は活用してみるといいでしょう。連携技は目標がクラッシュかつアーツ付着状態の時に発動可能。ロッシの連携技は連続で2回発動することができ、1回目は通常の物理ダメージを与え、2回目は敵に付与されているアーツ付着を全て消費して、消費した段階数に応じて目標に物理ダメージと浮遊効果を付与。さらに自身の会心率と会心ダメージを一定時間上昇させ、2回目の連携技が完璧連携となった時、追加で目標にクラッシュを1段階付与するという効果。連携技は2段攻撃に条件がある戦技とは異なり、連携技が発動した時点で2回の発動が可能。つまり、疑似的な2回発動だった戦技とは異なり、完全に2つに分かれた効果を1つにまとめたスキルとなっています。発動条件は敵にアーツ付着とクラッシュが付与されている状態とかなり厳しい部類で、現状においては単独で両方の付与をこなせるオペレーターはいるものの、同時に付与できるオペレーターはいないので、例えばロッシとギルベルタなど複数のオペレーターを組み合わせることで発動が可能です。1回目の連携技発動では対象に5回の物理ダメージを与えるのみというシンプルな効果。その後、敵の背後に移動し、2回目の連携技が発動可能となり、アイコンの周囲が黄色く光ったタイミングで発動することで完璧連携となり、アーツ付着を全て消費した後に付与する浮遊効果に追加で1段階のクラッシュ、つまり2つのクラッシュが付与されます。この連携技で注意するべき点は、敵に付与できるクラッシュの数はあくまでも最大で2つという点。つまり、敵にアーツ付着がいくら付与されていても付与できるクラッシュの数は変わりません。アーツ付着を消費する際に発生する物理ダメージは付着数が多ければ多いほど増加しますが、クラッシュを増やしたいだけなのであれば、アーツ付着の数は全く気にする必要はないということです。逆にクラッシュが必要ないのであれば、完璧連携を目指す必要はなく、短時間で連携技を終わらせることができます。例えばアーツ以上を介さずに付着を消費したい場合などでも使えるでしょう。映像の記念碑の破産賞のようなアーツ付着を消費することがギミックとなる敵ユニットなどが良い例です。必殺技は発動中、会心ダメージが上昇、短時間で複数回敵を攻撃した後に斬撃を2回行い、高い灼熱ダメージを与え、灼熱付着を付与するという効果。攻撃回数は25+2という圧倒的な回数で、合計ダメージは 1600% とかなり高く、ここにさらに会心発生時に発動する素質2の追加ダメージと必殺技の効果である会心ダメージ上昇が適用されるので、予告されていた通り完全にロッシのメイン火力として機能するスキル。ただ、会心の発生を前提とした性能でもあるので、単体で使用する必殺技ではなく、戦技で狼の手法を付与し、連携技で会心率と会心ダメージを上昇させてから必殺技を使うというのが基本的な流れとなります。また、発動にやや手間がかかるだけでなく、発動に必要な SP は110とチャージ補助スキルなしのオペレーターとしては最も重く、さらにロッシの他のスキルと同じく、こちらも発動時間が 2.3 秒程度と長めの部類で、前衛の必殺技というよりも突撃のような癖の強い必殺技です。一方で必殺技の終了間際に灼熱付着を付与するので、必殺技でコンボが途切れないというのも特徴の一つ。相手にクラッシュが付与されたままであれば、必殺技終了後にロッシの連携技が誘発されるので、そのまま、例えばダパンや管理人などのオペレーターにつなげることができます。そのため、火力があるにもかかわらず、コンボの中継点となるという点も、この必殺技の特徴と言えるでしょう。ロッシのスキル強化目安を紹介。ロッシのダメージソースの半分以上は必殺技なので、火力を求めるのであれば必殺技の特化は必須レベル。ダメージの伸びもいいため、特化3まで強化することを推奨します。時点だと会心率と会心ダメージ上昇効果を有する連携技の特化がおすすめ。運用方法的にもロッシは戦技よりもコンボを多用するオペレーターなので、必殺技の特化が終わり次第、連携技の方も特化しておくといいでしょう。戦技に関しては、あくまでも狼の手法を付与するためのスキルとして見た方が良さげ。ダメージの出力もそこまで高くはないので、完全強化でもしない限りは特化する必要はありません。通常攻撃については、他のオペレーターと同じく2位。ロッシは操作適性があるオペレーターなので、9までは上げておいてもいいでしょう。ロッシの潜在解放を行うのであれば、まずは一突がおすすめ。一突では戦技と連携技のダメージ倍率が 1.15 倍まで上昇。さらに戦技で狼の手法が敵に命中したのであれば SP が10変換されるので火力と使い勝手の両面から強化が入ります。
その次となると潜在3段階目の素質強化でしょう。この強化により会心発生時に発生する追撃ダメージは攻撃力の 24% から 32% に上昇。戦技、連携技、必殺技のいずれも総ダメージが上昇することになります。そして潜在5段階目であれば必殺技のダメージ倍率及び会心ダメージが上昇。ロッシのメインとなるダメージソースは必殺技なので可能であれば潜在5まで強化したいところです。総じておすすめとなる潜在は1、3、5のいずれか。この辺りを目指して潜在を強化するといいでしょう。ロッシのおすすめ武器はモチーフ武器となる浪費。浪費は狼の血を1段階獲得するたびに物理と灼熱ダメージが上昇。獲得数が16段階となると20秒間さらに物理と灼熱ダメージが上昇します。16段階と一見するとかなりの量が必要に見えますが、実際は通常、連携、戦技、必殺技で発生する全ての会心が対象となるので、会心率を上げた装備であれば、通常攻撃を繰り出しているだけで容易に達成可能です。特にスキルなどで補助してやる必要もありません。時点だと強約通行証で入手できる栄光の記憶がおすすめ。ロッシがクラッシュを対象に付与するたびに次の必殺技で与えるダメージが上昇するという効果で、骨砕シリーズのセット効果のような効果を有します。性能としては無凸ならば浪費の 15% 程度マイナスの性能を有し、貫突でほぼ同レベルといったところ、仮に浪費が貫突であれば、性能は浪費無凸の 120% 程度となるので、同じ凸レベルなのであれば、常に 15% から 20% 程度の差が生まれる形です。逆に栄光の記憶を貫突できるのであれば、無凸の浪費を入手する必要性は薄いとも言えます。星5であれば鋼鉄余韻が候補となりますが、今回は風ヤオのような逆転劇はなし。明らかな性能差があるので、上記2つの星6装備があるのであれば、採用する機会はないでしょう。装備の方はロッシは会心率が肝となるので、イボンヌと同じく MI 警備セットがおすすめ。同装備によってロッシの弱点である必殺チャージをカバーし、腕装備で必殺ダメージを強化、アクセサリーで会心率を強化するセットとなります。基本的にはこの装備セットで問題はなく、ここからアレンジするのであれば、単純に会心を無視した数値で殴る装備にするか、連携技を伸ばしていくかになります。一つ目がいつもの生物補助プレートを組み込んだ装備セット。こちらは会心ではなく、ステータスの数値で殴る組み合わせとなるため、ロッシや装備の強化が非常に重要となります。会心に強く依存しない関係上、ダメージの幅が少なくなりますが、基本的にはダメージ量は下がると見てもらって構いません。必殺技ではなく連携技をメインにするのであれば、胴と腕の装備を変更し、同装備はステータスが一致している50式黄龍重防具に変更します。こちらは先ほど紹介した生物補助プレートのセットのようなステータスの数値による火力ではないので、育成の必要度合いは比較的低め。今後、ロッシを連携技主体のオペレーターとして採用する機会があれば、一考の余地があるでしょう。ロッシを運用するのであれば、ハーツ付着とクラッシュの両方をこなせるオペレーターと組み合わせるのが好ましく、現状、この役目をこなせるオペレーターとしてはギルベルタが適任でしょう。残りの2枠に関しては、ロッシが付与するクラッシュの消費役と、ロッシは火力役としても機能するので、デバフを付与できるオペレーターがおすすめ。クラッシュの消費役としては、ダパンや管理人、ボグラニチニクが、デバフの付与やアーツ以上の発生役には、ウルフガードやペリカ、アルデリアなどがいいでしょう。まずは公式でも紹介されていたロッシ、ギルベルタ、ウルフガード、ダパンの編成。この編成の場合ロッシとダパンがアタッカー、ギルベルタがデバフ付与、ウルフガードが燃焼の付与を担当。ロッシとダパンでクラッシュを付与して、ダパンで消費、ギルベルタはロッシのトリガーとなります。この編成の最大の特徴は、必殺技を返してもコンボが全く止まらないという点。戦技を使用するオペレーターがギルベルタとロッシのみとなっているので、先方オペレーターがいなくても SP ゲージがなかなか枯渇せず、コンボのトリガーがギルベルタの戦技とウルフガードの連携技なので、コンボ崩れからの復帰もやりやすくなっています。また、初動はギルベルタの戦技を2回使用するという関係上、襲敵もしやすく、よほど敵が散らばっていなければ複数の敵にも対応可能。ボス戦と雑魚戦の両方に対応できるでしょう。一方でダパンはギルベルタの素質による必殺チャージ回復が受けられないというのがやや惜しいところ。通常が回しやすい分、必殺の間隔がダパンのみやや長いというのが弱い箇所となっています。双方向のシナジーを求めるのであれば、管理人をクラッシュ消費枠として編成するといいでしょう。また、燃焼によって発生するロッシの追加ダメージ上昇効果はそこまで高くはないので、ウルフガードの枠をペリカに変更すれば、重攻撃からコンボを一気に派生させることも可能です。
なお SP に不安があるのであればペリカは明けくり、管理人はポグラニチニクとも変更可能です。先ほど紹介したダパンとウルフガードの編成よりもコンボ自体は短いものの、ペリカの連携技によって発生する関連にロッシの必殺技を間に合わせたいので、かなり忙しいのがこちらのコンボ。ギルベルタの連携技とほぼ同時にロッシの戦技を使用することで、ロッシは狼の手法を放ってくれるので、即座にモーションキャンセルを挟んでから連携技を発動し、2回目の連携技発動と同時にギルベルタの必殺技を挟んで、スキル発動の短縮を実施。最後はロッシの必殺技と管理人の戦技でフィニッシュの流れです。映像の短さからもわかる通り、かなり高速で回すことができる編成となっています。ロッシは灼熱と物理が軸ではありますが、連携技の発動条件自体は灼熱限定ではないので、他のオペレーターの連携技の発動条件が緩いのであれば、異なるアーツ属性のオペレーターと組み合わせることもできます。タンタンを組み込んでのアーツ編成の場合、ロッシとタンタンがアタッカーとなり、クラッシュを一切無視した運用方法となるので、ロッシの連携技2段階目の完璧連携を無視して即座に発動ができるようになるので、隙を大きく減らすことができます。一方で必殺技はタンタンの必殺技用に落下攻撃を行う必要があるので、こちらは時間の調整が必要。ロッシの必殺技を使用した後、ワンテンポ遅れる形でタンタンの必殺技を使用します。その後、ロッシの必殺技が終わった後に即座に落下攻撃を行うというのがこのコンボの一連の流れ。ただ、こちらも必殺技終了後も連携技は続くので、SP を消費するオペレーターがロッシ、ギルベルタ、タンタンと多いので枯渇はしやすいですが、コンボは続きやすい編成となっています。ロッシはクラッシュとアーツ付着の両方を必要とし、相手に付与されているアーツ付着をクラッシュに変換しながら、自身はアーツダメージで大ダメージを与えるというハイブリッドなオペレーター。ギルベルタがサポートに長けたアーツと物理の混成に対して、ロッシは火力出力に長けたアーツと物理の混成とも言えるでしょう。ただ、自身だけでほぼ回せるギルベルタとは異なり、他のオペレーターが付与したクラッシュやアーツ付着を元に回るタイプなので、現環境においては火力が出る代わりにやや手間がかかるオペレーターといった雰囲気。今後、ギルベルタのようなハイブリッドタイプのオペレーターが追加されるか、混成が一般的となってくれば、連携技の使いやすさは大きく改善されていくでしょう。ある意味で先駆者のような性能なので、現状の手間のかかる面は仕方がないといえば仕方がないかもしれません。以上で、ロッシの紹介と解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。